どうも全です。皆さんライズ楽しんでいるでしょうか？私はもうめちゃくちゃ楽しんでおります。めちゃめちゃ楽しいです。で、今回ですね、片手剣の入れ替え技ですね。入れ替え技3つの紹介とその使いどころみたいなところの解説をしていきたいと思います。で、今回の動画は入れ替え技のみに絞って話をします。その他のモーションとか、あと装備とかについてはまた別の動画で話したいと思います。で、初めに注意として、まだ属性補正とか、あとそういう細かい数字のデータははっきりとは自分はまだわからないので、ある程度自分の感覚みたいなところに頼った話になっています。そこはご了承ください。で、そもそもライズの片手剣がどういう風に変わったかっていうのがまだわからないっていう方は、自分体験版出た時に簡単に変更点について話した動画を作ったので、よければそっちもご覧ください。体験版時点での動画なんですけど、製品版でもまだ有効です。じゃあやっていきましょう。まず片手剣の入れ替え技は滑り込み切り、うがち切り連携、滅昇竜撃とあって、入手方法がそれぞれ滑り込み切りは村クエレベル3もしくは集会所レベル2まで進行で、うがち切りは片手剣を8回以上生産もしくは強化をする。そして滅昇竜撃は集会所星4の得得せよ片手剣の型というクエストをクリアすると手に入ります。なので滅昇竜撃だけはちょっと入手するタイミングが遅めになります。ではそれぞれの技を細かく見ていきます。まず滑り込み切りですね。これが多分一番最初に手に入れる入れ替え技になるんですけど、かなり癖が強いです。まずこれ突進切りとの入れ替えになります。ワールドのスライディング切りみたいなモーションです。これがモンスターにヒットすると自動的に駆け上がり切りに派生して、そこからフォールバッシュかジャンプ切りが出せます。ただこの駆け上がり切りは比叡ヒット時やジャストラッシュ最後の駆け上がり切りと違って落下付きは出せません。あとフォールバッシュも1ヒットしかしません。これはため切り後の駆け上がり切りと同じ扱いですね。ちなみにこのスライディング切りのモーション値は突進切りと同じです。あとこのスライディング切りの途中に A ボタンを押すとジャンプ切り上げに派生することができます。大事な点として駆け上がり切りには共通して無敵時間があります。この滑り込み切り後の駆け上がり切りも例外ではないです。無敵時間は駆け上がり切りを当てた瞬間から上に上がりきるぐらいまでの間ですね。なのでこの滑り込み切りをタイミングよく当てるとモンスターの攻撃を回避することができます。で、さっきこの技結構癖が強いって自分は言ったんですけど、その理由っていうのが、このスライディング切り自体特別モーション値が高いわけではなくて、駆け上がり切り後のフォールバッシュも1ヒットしかしないので、ダメージ的には特別強いっていうわけではないです。なのでこれをうまく使いこなそうとすると、おそらくこの駆け上がり切りの無敵時間を生かすっていうことになるとは思うんですけど、ただ難しいのが無敵時間が発生するのが X と A を押した瞬間ではなくて、モンスターに当てたところからっていうところなんですよね。で、結構モンスターの動きに合わせて前もってスライディング切りを使わないといけないので、これで避けるっていうのは結構難しいです。で、さらにこれそこそこ使用頻度の高い突進切りとの入れ替えで、かつ抜刀攻撃もこの滑り込み切りになってしまうのが結構きついです。っていう感じで、こんな感じでかなり癖の強い技なんですけど、ただすごく弱いっていうわけではないので、自分もねこれからいろいろ使い道を探っていきたいと思います。次、うがち切り連携です。これはハードバッシュ連携との入れ替えになります。ハードバッシュ連携っていうのはこのスティックと A ボタンで出せる縦コンボのことなんですが、これをうがち切り連携にすると縦攻撃付きうがち切りと出るようになります。このうがち切りは引き抜いた時に2回追加ダメージが発生して、そこにも属性が乗ります。で、ハードバッシュ連携と同じでうがち切りの後にはこのつむじ狩りが出せます。で、このつむじ狩りがかなり強いので基本的にはこれとセットで使うことになります。このうがち切り連携はハードバッシュ連携よりもちょっとモーションは長いんですが、モーション値、つまり物理ダメージ部分だけでもハードバッシュ連携を若干上回ります。で、もちろんうがち切り連携にはハードバッシュ連携と違って属性が乗ります。ちなみにうがち切り連携の説明文に属性武器で使うと強いみたいなことが書いてあるんですね。で、これは自分の予想なんですけど、わざわざゲーム内の説明でこう書いてあるっていうことは、多分月とかもしくはうがち切りの最初のヒットとかに属性の情報修正が載ってるっていうことだと思います。ただちょっと細かい数字は自分もわからないです。で、こんな感じでうがち切り連携は、属性で使ってねっていう技なんですけど、ただこれ難しいのが、このうがち切り連携の後に大体つなげるであろうつむじ狩りがかなりモーション値が高い技で、ここに関しては物理を持った方が大体強いんですね。で、さらに比叡からの FB とか、あとこの後紹介する滅昇竜撃が完全に物理特化の技なので、今作で属性片手剣が強いのかどうかっていうのはちょっとまだわからないです。なんか結局物理持ってハードバッシュ連携中心で攻めた方が昇竜撃とか比叡 FB の威力も上がっていいんじゃないかみたいなオチになってるかもしれないんですけど、そこに関しては
これからいろいろやってみてまた動画出したいと思います。最後、滅小竜撃です。これが多分一番インパクトの強い技だと思います。これは鉄柱主義の風車との入れ替えになります。消費する武者は風車と同じく2つです。発動するとこんな感じで縦で攻撃しながら上に飛び上がって、その後フォールバッシュかもしくは落下月が出せます。そしてこの技発動するときにガード判定があって、ここでモンスターの攻撃をうまくガードするとこんな感じで追加ダメージが3回発生してダメージがかなり上がります。さらにスタン値もかなり高いみたいで、これ頭に当てると簡単にスタンが取れます。周回所上位のモンスターでも開幕の方向に小竜撃するだけで一発でスタンが取れたりします。使いどころとしてはやっぱりスタンを取りたいので、カウンターをして頭に小竜撃とフォールバッシュが当てられるような攻撃に使っていきたいですね。例えば方向なんかがいい例です。大抵のモンスターって方向するとき頭をそんなに動かさないので、小竜撃とその後のフォールバッシュまでだいたい頭に当たります。逆に頭を動かしながらしてくる攻撃とかはカウンターしても硬い部位に吸われてしまうことが多いのであんまり美味しくないです。あとこの技かなり上まで飛び上がるので撃墜にも使えます。代表的なのはリオレイヤのサマーソルトとかですね。こんな感じで尻尾の判定をガードして小竜撃するとちょうど頭に小竜撃が当たって面白いように撃墜できます。これめちゃめちゃ気持ちいいのでぜひ試してみてください。はい、ということでちょっと簡単な紹介になりましたけど、今回以上になります。で、自分もまだそれぞれの入れ替え技そんなに使い込んでるっていうわけではないので、ちょっと的外れなこととかね言っちゃってるかもしれません。そこはご了承ください。また何か新しく発見したこととかあったら動画作っていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。